見てくれてありがとう。最後までゆっくり見てね。チャンネル登録してくれたら嬉しいな。おはようございます。12月15日金曜日、まもなく朝8時になるところでございますよ。いいね。いわゆるまさに大海原という感じで、今ちょうどですね、伊豆諸島ありますよね、たくさんね。青ヶ島っていう絶海の孤島がありますが、その近くをずっと南下しているところでございますよ。風はね、昨日とは随分違って強い。どうですかね、マイク吹いちゃってるかな、聞こえるかな、ちょっと分かんないんですけどね。見渡す限りの海でございます。昨日はよく眠れましたよ。早めに寝たかな、だからこの時間に起きてんだけど、実はもう朝7時に目が覚めて、お湯へ飛び込んでね、朝風呂ですよ。贅沢なもんですな。で、これから朝ごはんに行こうかなというところなんですが、洗濯なんかもねちょっとしつつね、荷物減らすためにね最小限で来てますからね、どうしても、洗濯をまめにやらないとっていう感じになりますが、うわ風強いなね。今日はね皆さん喜んでください。私お休みなんですよ仕事がないのです。失業でございます。失業ってこともないけどね、昨日の夜、乗り込んですぐに、花火を皆さんちょっと見ていただいたと思うんですけど、花火大会の後に、割とこじんまりしたっていうか、大きいホールでやったんですけど30分の落語会をやりまして、で今日はですね1日お休み、明日の夜までお休みってことは実質ほぼ2日間ぐらい休みになっちゃってるんですけど、その後はね仕事は続きますが、今のところの予定ではね、船の中はねとにかくスケジュールがよく変わるんで、先のことはわからないって、この感じもまたいいんですがね。いやとにかく今日一日はゆっくりできるんで、そう今日はねどこにも行きませんよ。行かないっていうのはつまりこれは公開日ってやつで、一日ずっとこの海をですね眺めて過ごすということになります。これもまたね、船の醍醐味でございますが、さあじゃあまずは腹ごしらえでもしましょうか。いいな、ずっと眺めてたいこの景色、たまらないよね。360度、いや地図上では島はねどっかにこっちの方かなあるはずなんだけど見えやしないね。360度海しかない。実はね小笠原へ前回行ったのは2002年なんですよ。つまり21年ぶりですか。船もねこれは日本丸ですが、この日本丸の姉妹船だった昔あったね藤丸っていうのがありまして、それで行ってんですよ。相当若い頃よね、だからね、そんな若くもねえか。でもとにかく昔のことですよ。もう二昔前ですからな。その頃に行った小笠原、まだいくらかね覚えてますよ。いろんなこと、写真も残ってるしね。でもこの小笠原のねいいところっていうのはね、もちろん行ってみなきゃ分かんないんだけど、この小笠原クルーズのいいところですね。もう周りが何にもないってことよ。大体いろんなクルーズ乗りますけど、国内のクルーズであればどっかしらに陸地が見えてるのね。つまり近海を航行するってことになるんだけど、もうご案内の通りで、東京からひたすら南へ向かってますから、もう海しかないんです。携帯の電波が漏れて入ってくることもほぼありませんな。もうここまで来ると伊豆七島の辺りを通ってる時は時々ねポッて電波が立ったりするんですけど、もうここからはないですな。あとはもう小笠原着くまであとほぼ24時間ですけれども、
電波は入ってこないって、これもまたね開放感、デジタルデトックスってやつかな。でもねデジタルデトックスって言いながら衛星回線があります。まああんまり早くはないけど、私のアプリの日記の更新ぐらいはできるんじゃないかなっていう感じで、まあ時間もたくさんあるんでやっていこうかなっていう。まずは飯を食わなきゃ話にならないね。普段なら思わないこの朝ごはんを食べるという。日本丸の朝食はビュッフェスタイルでございます。もう野菜も取り放題、お肉も取り放題、魚も取り放題、もうつい取り放題なんで何でも取り放題っちゃうんです。そして今日は公開日ですから、どこの港にも寄らない、ただひたすら太平洋南へ進みます。ポンポン言いながらナレーション入れるの難しいなこれ。で結局ですね、ずっと食べてるっていうことは、これご覧になればお分かりの通りで、もう至る所食べ放題です。もうお昼なんですよ。お昼はねおそうめんをいただくんです。さっきのはブランチ、その前は朝ごはん。もうポンポンとか言わなくていいですから、とにかくそうめん食べるの邪魔しないで。こちらが鳥島なんですよ。アホウドリの制作地で有名なとこですよね。今ちょっと風が強いんでちゃんと音が取れるかわからないんですけれども、これを右に見てこれからここを一周するようですな。遠く太平洋ことの姿、火山の息吹と海鳥の楽園、鳥島神秘の地、自然の宝庫。鳥島鳥島、アホウドリのふるさと、青い海に浮かぶしのちの島。色絵の香りと波の音、絶滅からよみがえる希望の物語。鳥島守るべき地、未来へつなぐ。遠く太平洋ことの姿、火山の息吹と海鳥の楽園、鳥島神秘の地、自然の宝庫。鳥島鳥島、アホウドリのふるさと。いや今日も快適な一日海の旅でございますが、波はね穏やかで、ほとんど地上にいると何らか変わりがないというか、それを言うと嘘になります。多少はこう揺れたりね、特にもう外海ですからね、すっかりね、東京からもう何百キロも、南に下っておりますから、空は揺れは多少はある。うねりですな。波っていうよりはうねりがありますから、これはそうなんですけど、でも慣れてしまうとどうってことないんですよね。ただね、地上とは変わらないとは言いながらもやっぱりね、変わるところもありますな。
私はね寝る時に睡眠分析アプリみたいなものを使ってね、で目が覚めるとよく寝られたんだなとか、何時間ぐらい寝たんだろうなんてことを日々記録してるわけなんですけど、船の上ではねちょっとこれに、狂いと言いますか、そういうものが生じてくるんですよ。ちょっとご覧に入れたいんでね、やってみましょうかね。はい、それじゃあね、私のこのスマホの画面をちょっとお見せしますがね、今ここに上に3つのアプリが並んでまして、でオートスリープっていうのと真ん中にオーラ、それからソムナスかな。あんまり名前とか気にしないで使ってるこの上の3つのアプリがね、睡眠の記録アプリなんですよ。でメインで使ってるのはオートスリープかな。このアップルウォッチと連動してましてね、結構正確にやるんですが、これがねちょっとこの船の中では、暴れるというかちゃんと記録できなくなるんですよ。昨日の私の睡眠見てください。45分しか寝てないことになってます、このオートスリープではね。だから結局ね、私たちは慣れちゃうからいいんですけど、機械はセンサーですからな。夜のこの揺れとか、こう大きなこういう揺れの他にもやっぱり器官が発するちょっと短期的なっていうかガタ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 っていうこういう振動もずっとしてるじゃないですか。でこれをちゃんとこれはね察知して、起きてると勘違いするわけですよね。だから昨日の睡眠時間45分ですね。それからですね、2つ目のこちら、オーラという、このアップルウォッチじゃなくてこのね指輪状のデバイスで、睡眠を記録する方、これはね、オートスリープとちょっといつも平常時でも違う分析の仕方をするんで、私はその2つもう1つ使ってますけど、3つをなんとなく横に並べてみて、平均っていうわけじゃないけれどもそれぞれの分析の癖ですな、そういうものをね見たりしてるんですよ。オーラ見てみましょうか。オーラの睡眠の欄、これはですねちゃんと記録されてます。4時間28分眠っていて、それで、睡眠時間は合計で5時間24分。これは横になっていた時間ということですね。その中で眠っている時間がこれだけあると。でもやっぱり揺れてるんでね、あまり睡眠の質をいいとは思ってないみたい。赤い線が随分出てますでしょ。だからこの画面だと全体の睡眠の深さとか浅い、それからレム睡眠とかって記録するんですけども、動きって下にありますが、動きの欄も普段はねこれほとんど動いてないんですよ。時々寝返りはもちろん打ちますけどね、全体的に一晩中もそもそ動いてたんだよ君はみたいなことで、そういう分析をしてるので多分ちゃんと眠れてないからね、気ぃつけなさいあなた飲み過ぎじゃないのみたいなことをね言ってきたりもするんで、やっぱりねそんなには、内容としては良くないっていう風に出てしまう。もう一つ見てみましょう。このねソムナスね、こちらはまたちょっと違う分析で、こっちはね全部で睡眠時間3時間38分ね。さっきのオーラよりもお前寝てねえよってそういう分析になるわけですよ。だからそれぞれ3つを見てみるとね、私1人しかいませんからね、ですからいろんな分析の仕方があるなっていうのをね、この船の上来ると分かる。地上で普通に寝てれば時間の差はほとんど出ないんですけども、やっぱりずっと揺れてるガタガタしてるというような中ではこれらのセンサー類、これですね、騙すことができないと、こういうことも分かるんですね。自然の宝庫
船に乗る楽しみってのはこういう天然のもの、自然をそのまんま楽しむことができるってことですよね。本当に全部ショーですよね、一つのね。素晴らしい。すごいね。やっぱりね、これ人間が作ったものじゃないっていうことがね、なかなか魅力ですよね。人間が作ったものに感動するってことはありますけども、人間が作れないものにもやっぱり何とも言えない感動がありますな。さあ、そろそろ日没という感じですかね。船も電気が灯る、そんな時間になってきました。日没ってもまだちょっと明るいんでしょうけど、さっきね太陽は沈んでいったんじゃないかと思いますね。鳥島がもうあんなに小さくなりまして、今時間がもう5時15分前、4時45分になろうとしておりますがね。今日は、私仕事休みだって言ったじゃないですか。だからね、夜も気楽に過ごせるんですが、一緒に乗っている、ラテンジャズのグループの皆さんの、ライブがこれからあります。それから5時半からは今日はねドレスコードがあるんですよね。何と言いましょう、今日はセミフォーマルということなんで、この格好じゃダメなのよ。セミフォーマルの時はね、私は着物で過ごすということになりますのでね、荷物が増えなくていいですな。そんなことでそろそろ部屋へ戻って、その支度をしましょうかね。いやいいもん見せてもらったな。小笠原クルーズの動画だって言ってるのにね、今日は一日鳥島をお楽しみいただきました。私もほとんどご飯と鳥島というような一日で、その空気を皆さんにお伝えしたくて、編集もゆるんでお届けしてみましたが、いかがだったでしょうかね。だんだんと鳥島が遠ざかっていって日が暮れていきます。真っ暗になります。周りはもう何にもなくなって、ただただ船は小笠原に向けて進んでいくわけなんですがね。私もねこういう格好で食事をしてんですよ。ちょっとねスープやなんかこぼさないように緊張感がありますけれどもね、こうやって看板背負って歩いてると、皆さんからもいろいろ声かけていただいて、明日の落語会行くよなんてね、こういう日もとても大切なもんでございますね。今日は洋食なんで美味しかったですよ。毎日美味しいもんをいただきながら落語をやりながら、今日はお休みだけどね、明日はいよいよ小笠原でございます。ぜひ次回の動画もお楽しみにということで、今日はこれでお別れでございます。ごきげんよう、さようなら。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。